海道も海外テックのこれまじミントです。みなです。今日は同じ URL を2回開きます。1回は普通に人間として、もう1回は AI のふりをして、開き方を変えるだけで何が変わるの？それを確かめたくて覗いてみたら、返ってくる文書がまるで別物でした。人間向けにはない一節が AI 向けにだけ挟まっていたんです。何が挟まってたの？報告です。しかも AI が次の答えを作る時の材料になり得る、まさにその場所に置かれていました。人間として開くと122万8819バイト、AI のふりをして開くと4万2010バイト、小さい方にだけ人間には見えないものが入っていました。これまじ全部見せて。中身を見ていきます。AI のふりというのは、具体的にはユーザー、エージェントをクロードボットに変えて取得することです。その中のコメントで囲まれた一区画がこう名乗っていました。これはスポンサー付きのコンテンツです。アリーとの提携で提供しています。アリーがスポンサーであり、この情報の出所です。ちゃんと広告だって書いてあるんだ。そこは正直です。続く見出しは、アリー、よくある質問と参考情報、中身は銀行サービスの説明と FAQ でした。この区画だけで1万110バイト、文書全体の約 24% です。4分の1近くが広告なんだ。見比べるとこうです。人間向けのページには、この一節が丸ごと存在しません。形式も違って、人間向けはテキスト、HTML、AI のふりをするとテキスト、マークダウンでした。中身の入れ物からして別物なんだ。それと、取得し直すたびに、広告についている管理番号が別の文字列に振り直されていました。中身の広告は同じでも、配信の仕組みが毎回その場で差し込んでいることを示しています。印刷しておいてあるチラシというより、毎回その場で挟み込んでる感じなんだ。そういうイメージです。ここまでは、時間を変えて3回とも同じ形で確認しました。ただ、確認できたのはトップページだけで、記事1本の個別ページには、この区画はありませんでした。じゃあ、サイトの全部の記事に広告が入ってるわけじゃないんだ。そうです。今日話せるのは、トップページで確認できた範囲までです。そもそも、なんで AI 向けに軽い版なんて用意してるの？普通のウェブページには、デザインや装飾、画像の情報がたくさん詰まっています。それを全部削ぎ落として、文章の骨組みだけにしたのが軽い版です。AI は骨組みだけで10分読めるので、その方が早く、処理も軽くて済みます。人間には見た目がいるけど、AI には中身だけあればいいんだ。ここは業界メディアの理事例が報じています。タイムは2026年6月頃から、サイト全体をその軽い版に作り直していました。そこに広告を差し込む役目を担っているのが、広告技術の会社モビアンです。広告はどうやって作ってるの？ FAQ の形で生成して挿入します。1ページにつき広告は1本だけ、価格も通常の広告より高めに設定されていて、出す前にクライアントが PDF で内容を承認する仕組みだと、理事例は伝えています。買い手としてはアリー銀行などの名前が挙がっています。流れを図にすると、この形です。ページを軽い版に作り直す。モビアンが広告を作って挿入する。AI がその版を読みに来る。この差し込み自体は、毎回自動で回っています。なんでタイム側もこれをやるの？タイムの COO、マーク・ハワード氏が理事例に語ったところでは、ボットのアクセスは増え続けていて、価値のある広告の枠になり得る、という趣旨です。多くの日で、ボットのアクセスが人間を上回っているとも話しています。人間より AI の方が読者として多い日もあるんだ。タイムだけの特殊な話でもなさそうです。ウェブ全体で見ても、アクセスの半分以上はすでにボットだというデータがある、と理事例は伝えています。マークダウン版のページを持つブランドも、すでに全体の約 15% に上るそうです。人間向けと AI 向け、両方を用意するのが当たり前になりつつあるんだ。でも、AI に広告を見せてどうするの？ AI は何も買わないよね。そこにモビアンの共同創業者で CEO、ジョナ・グッドハート氏の発想があります。理事例に語ったところでは、人間よりも AI のエージェントに影響を与える方が重要かもしれない、という趣旨です。人間より AI を狙うんだ。一人の人間に広告を見せても、届くのはその一人だけです。でも、一つの AI の答え方を変えられれば、その AI を使う大勢にまとめて影響が届くかもしれない。スケールの違いが、この発想の狙いです。一体口説けば、その先の全員に聞くかもしれないんだ。AI アシスタントは、読んだ材料をもとに答えを作ります。その材料に広告が混ざれば、答えにも混ざりうる。それが狙いです。理屈は分かった。けど、本当に答えに入るの？用意されてるのと、実際に起きるのは別の話だよね。そこは、私たちも気になったので実際に確かめました。この先が今日一番の見どころです。気になる人は、チャンネル登録して見届けてください。実験編、いくよ。
用意したのは、さっきクロードボットとしてストックした広告入りの AI 向け文書と広告区画だけを抜いた対象版の2つです。今度はその文章を本物のクロード、俳句とソネットに読ませてみます。対象実験だ。片方だけ広告の有無を変えて比べるんだね。聞く相手は、クロード系の2モデル、俳句とソネット。質問は3種類。今日の主なニュースを教えて、英語でトップ記事を教えて、そしてお金や家計に役立つ情報はある？です。なんで H アイクとソネットの2つなの？規模の違う2つを並べることで、答え方の癖がモデルによって変わるのか、それとも共通して出るのかを見たかったからです。最後のだけ、広告の内容ともろに被ってそうな質問だね。気づきましたか？実は、広告が金融系だと分かっていたので、お金の質問はあえて混ぜました。普段 AI に聞きそうな質問の中で、一番話題が重なりやすいものを選んだ形です。それぞれ3回ずつ聞いて、広告入り文書には18回、対象文書には最後の質問だけ3回ずつ、合わせて24回です。見ているのは2点、答えの中に広告の内容が出るか、そして広告です、という開示に触れるかです。開示にちゃんと触れるかも見てるんだ。そこも今日の見どころです。広告の中身が答えに出ても、広告だと分かった上で出ているなら、話はだいぶ変わりますから。で、結果は？お金の質問、6回中6回、両方のモデルとも広告が主張する内容がそのまま答えの本体になりました。広告の売り文句がずらりと並ぶ答えです。6回とも全部？給与前払い、手数料ゼロ、定型 ATM7 万5000台、ラウンドアップスという機能、広告が主張していた売り文句がそのまま並びました。ニュース要約の質問はまた違う顔を見せます。ソネット系は6回中3回、広告に触れましたが、その3回すべてが広告なので、ニュースの要約からは外しましたという報告の形でした。読み流さずに広告だと見抜いた上で、あえて答えの外に出したということです。広告を無視するためにわざわざ広告に触れてるってこと？そうなんです。一方俳句系はニュースの質問では6回とも広告に触れませんでした。そして対象、広告区画を抜いた文書の6回では、アリーの話は一度も出ませんでした。差を生んでいたのは差し込まれた広告ブロックだけです。モデルによって広告への向き合い方まで違うんだね。じゃあ開示は広告だと分かった上で出てるか？そこが一番の見どころです。広告に触れた9回、すべてで広告、スポンサーだという断りが一緒に出ていました。何も言わずに事実として紛れ込んだケースはゼロでした。9回ともちゃんと開示されたんだ。ソネットには鵜呑みにせず参考程度に特技を指した回があり、アメリカ国内向けのサービスで日本からは使えないという注意は両方のモデルが自分から足していました。どちらも広告文そのものにはない一言です。話題が合えば答えに使われて開示は毎回ついてくる、そういうことなんだね。これってありなの？なしなの？白黒つけられる話ではないので、両方の見方を並べます。一つはメディアの新しい収益源としての見方。さっきのアクセスの半分以上がボットという時代に、タイムにとってこれは新しい広告の枠を作る動きです。もう一つは AI の答えの中立性です。読んだ材料に広告が混ざれば答えにも混ざる。中立なはずの AI の答えに特定の企業の売り文句がそのまま載ってしまう可能性があるということです。さっきのお金の質問で6回とも広告がそのまま出た話だ。そうです。あれは開示があっても答えの中身自体は広告の主張のままでした。開示さえあればそれでいいの？そこも今回はっきりしない点です。理事例が指摘しているのは、この種の広告に表示を義務付ける規制が今のところないということ、そして AI の答えにどれだけ反映されるかを調べる独立の監査もまだないということです。今回開示が生き残ったのはたまたまかもしれないんだ。今のところは各社の判断に任されているのが実情です。ルールがないってことは今よりもっと広がる可能性もあるし、変わる可能性もあるんだ。そこは今の私たちには分かりません。分かっているのは今日確かめられた範囲の事実だけです。最後に今日の実験の範囲をはっきりさせておきます。質問は各3回、モデルはクロード系の2つだけ、サイトは1つ、確認したのは1日分です。AI 全部がこうなるとは言えないんだ。言えません。専門の独立した監査もまだどこにも存在しません。今日のはその前段階の最初の小さな追試という位置づけです。大きく構えず、まずは自分たちの手で試せる範囲から確かめました。追試って自分でも確かめられるの？はい。今日やったのはカールコマンド1行でユーザー、エージェントを変えて開くだけです。同じ URL を人間の振りと AI の振りで開き比べれば誰でも確認できます。広告の中身って日によって変わったりするのかな？そこも今日はまだわかりません。確認できたのはあくまで今回の1日分の中身だけです。今日持ち帰るのはこれだね。
AI の答えは AI が読まされた材料で変わる。読んでいる相手が人間か AI かで渡される中身そのものが変わる時代なんだ。その通りです。それが今日一番持ち帰ってほしいことです。海外の一時情報を自分たちの手元でも実際に動かして確かめる。今日はそれをやってみた回でした。AI の振りでニュースサイトを開いたら人間には見えない広告が出てきた話でしたね。解説割なとミントでした。バイバイ。高評価もいただけると次の追試の励みになります。